皆さんこんにちは。こちらはヤマハ A2000A です。発売は1985年。当時の定価は19万5千円でした。なかなか立派な外観ですね。ヤマハの技術を結集して作られた大変贅沢な作りのアンプです。今回はこのアンプの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。このアンプには A 級を模擬する回路が搭載されています。これは A 級と AB 級の2つのアンプを組み合わせることで AB 級の出力と準 A 級の性能を両立させる回路です。これを実現するために A 級と AB 級の2台分のアンプが入っています。ZDR というのは入力と出力の誤差を入力に戻すことで歪みを打ち消す仕組みです。フォの入力も充実しています。MC の感度や MM の静電負荷容量を切り替えできます。同社のスピーカー NS1000 や2000シリーズに合わせて低音を増強できるリッチネス回路が搭載されています。これと類似のモデルに次があります。2000シリーズはヤマハ最上級のプリメインでした。今回ご紹介するアンプは85年に登場したシリーズ2代目です。このアンプは中古でしたので状態を確認します。ボリュームを上げても小さな音しか出ません。ボタンが取れやすくなっています。ダメですね。音量が回復しません。このままでは音の検証ができませんので修理していきます。トップカバーを外します。裏に制振剤が貼ってあります。マスターボリュームのつまみはアルミの削り出しです。大きな塊です。
ハンダ割れが見えますので修正します。左チャンネルのパワー基板をチェックします。茶色いものがついていて、周りの部品を腐食しています。反対側は大丈夫です。腐食した部品を取り外してチェックします。コンデンサをチェックします。ケースが汚れているだけで液漏れの様子はありません。特性をチェックします。容量が大きすぎて測れません。放電の自定数で容量をチェックします。33秒後に 0.37V くらいあれば問題ありません。OK です。もう一個もチェックします。こちらも OK です。この茶色いものは接着剤のようです。おそらくアルカリの成分で銅を腐食したのでしょう。腐食した部品を取り外していきます。性能は問題ないようです。これも問題ないようですが、腐食が激しいので交換します。問題なかったコンデンサを元に戻します。反対側のパワー基板をチェックします。こちらはイコライザー基板を外す必要があります。茶色いものがついていますが、部品に被害はありません。ハンダが劣化しているところを修正します。ハンダが乗りません。腐食しているようです。錆を落として付け直します。外したついでにグリスを塗り直します。穴にバリが出ていて密着しません。
バリを取って組み立てます。メンテナンスが必要な部品を取り外していきます。フロントパネルの部品はこれで全部です。かなり多いですね。ボリュームのメンテナンスをしていきます。状態を確認します。かなりひどい状態です。今回は超音波で汚れを溶かして専用オイルで仕上げます。さてどうでしょう。調子よくなりました。他のボリュームも OK です。アルコールですすぎ洗いして専用オイルで仕上げます。
プッシュボタンをメンテナンスします。分解して薬で汚れを溶かします。専用オイルで仕上げて組み立てていきます。次回は一番厄介なセレクタースイッチのメンテナンスからご覧いただきます。